はい、では骨模型を使って、骨盤矯正の方説明をしていきます。まず最初はですね、いきなり骨の調整などはしないんですね。皆さんよくやってるように傾斜とか、先にちょっとちゃちゃっと済ませておいてください。でそれからやるのはまずこの背骨の歪み方をチェックします。チェックの仕方はまず、この極突起っていうね、一番出っ張ってるところ極突起っていうんですけれども、ここ触って分かりますよね。ここに自分の手のひらのこの辺りをですね、こう上からですね乗っけて、ちょっと自分の体重を少しかけるんですね。上半身の半分くらいの体重圧をかけていきます。そしてできるだけまんべんなくこうかけてほしいんですけれども、その時に、沈めばこの背骨全体に弾力があって OK ということなんですけれども、例えばこの辺りとかこの辺りとか沈まない、カチカチ、全然びくともしないっていう方がいるんですね。そういうところはここがもう硬くて固まっていてちょっと動きが悪いということですので、そこは重点的にやってあげるところだということがこれでチェックします。そして次にチェックするのは左右差ですね。左右にどんな風にうねっているかっていうことですね。これはですね、この極突起の脇にこうちょっとへこんでますよね。ここを左右から、このように自分の親指の腹ですね、腹を使ってこの極突起のこのへこんだここですね、ここ背中触ると飛び出た真ん中の骨、背骨からちょっと下がってここくぼんでますよね。そこをチェックしていきます。首の一番分かりやすいところからでいいので、この溝に沿ってですね、方向はおへその方向ですね。おへその方向で、これはチェックですので別に動かさなくて大丈夫ですので、まんべんなくですね、あんまり隙間開けて大きくやっちゃうと分かりませんので、きちんと隙間があんまりないような感じで下まで骨盤の付け根ですね、この辺りまでチェックをしてください。そうすると溝が左右で溝の感じが違ったりっていうところも出てきますし、このうねり方も分かります。こっちにぐーっと曲がってるなと思ったら、ここでくねっとなっているとか、そういうのをチェックするんですね。で最初にこのお客様の背骨をどうなっているかっていうのをチェックして、で一番最後ですね、骨盤矯正が終わってからまたこのチェックをしてみたり、あとさっきこれですね、この押してみたりっていうことで、きちんとその施術の効果がどれだけ効いてるのかっていうのが分かるようになりますので、これは最初にやっといてください。念のためもう一回やりますね。まず傾斜をしていきます。そして、極突起、一番分かりやすいところでいいですので、自分の手のひらで上半身の半分ぐらいの圧をかけてどれくらい沈むのかをチェックします。沈めば OK、 沈まないところは硬いところなので丁寧にということですね。であんまり隙間を空けないでやってみてください。そして今度背骨の左右差をチェックしますね。こんな形にして親指の腹で極突起のすぐ脇の溝を捉えます。一番分かりやすいところ、できるだけ上がいいですね。肩の付け根、首の付け根の一番上の分かりやすいところがいいですね。そこから、極突起の両側のくぼみに沿ってできるだけ隙間なく、方向はおへその方向に向かって、どんな風にずれているかをチェックします。でこれがチェックできたら次に行きます。はい、では、次に、PSIS というところをチェックします。PSIS というのはここですね。ここです。で、これを、チェックすると骨盤の歪みが分かるんですね。今骨模型なので、平行ですけれども、だいたいこんな風にずれてたり、あとこう広がってたりしますので、手術前にここをチェックすることによって、チェックしておいて、
施術をした後、ここが施術の途中でですね、ここはチェックしていくんですけれども、どんな風に変化しているかっていうのを見ることができますので、知っておくととても便利です。探し方はですね、片手ずつやってください。両手でやろうとすると分かりませんので、片手ずつやってください。でまずこの腸骨のところですね、この骨のへりのところをね、こう自分の手をこう左右に動かして骨のへりを探してほしいんですね。でこう押すだけではへりは分かりません。ちゃんと自分の手をスライドさせてこの、骨のへこみを探してください。骨の、このへりですね、へりが見つかりましたら、内側にだんだん入れていくと、ここにポコンっていうね、ポコンとここ飛び出てるんですけども、コブみたいになってるんですね。ポコンとしてるのをあると思います。ちょっとお肉がいっぱいついてるお客さんはちょっと分かりにくいケースもありますけれども、きちんと探してあげてください。そしてこれを下からこのように、下からですね、結構お肉がついてる分いろんな方向からやってしまうと位置がずれてしまいますので、きちんと下から上に上げて下から上に引っ掛けてください。こちらが終わりましたら、今度反対側ですね。反対側も、押しても分かりません。特に右側分かりにくいですので、きちんと骨のへりを自分の手をスライドさせてきちんと確かめてください。押しては分かりません。スライドさせてください。スライドさせます。スライドさせて骨のへりから内側にこうたどっていって、コロンとしているものを見つけたら、下から上ですね、下から上に引っ掛けます。これでチェックします。では3つのチェックが終わりましたら、いよいよ施術に入っていきます。でまず腰椎を緩めていくんですが、腰椎ここですね、下から54321とありまして、で、実際には、この肩甲骨のすぐ下あたりまで、ここら辺まで下から順番に1個ずつ緩めていきます。で、緩めるポイントとしては2つあります。まず1個はこの隙間、骨と骨の隙間なんですね。ここが分かりやすいかと思うんですけれども、これは2番の骨なんですけれども、腰椎になるんですが、ここはその下の3番の腰椎なんですね。でここ3番と2番がこう接合している部分になります。ここをこの極突起を持ってこう左右に動かすことで、まずここの、下の骨との接合部ですね、ここを緩めてあげるというのと、もう1点はですね、ここ骨ずっと下まで、大きいんですね。表面の時だけでなくて、ここまで骨ってつながっているんですよ。でここに脊椎管がありますよね。でこれで動くんですけれども、この奥のここまでしっかり動かすんだ、ここを持ってここまでしっかり動かすんだという意識を持って、施術をしてほしいんですね。この意識があるかないかで全然施術効果が違ってきますので、是非意識してください。